ポジション見つけた。もうお腹空きすぎた。ちょっと食べていい？これってさ、こうやって食べるのかこうやって食べるのか、どっち？こう。マイクをつけましょうか。音遠いよね、ちょっと。今日の天気も最高にいい。ちょっとね、お腹が空いたからお菓子買っちゃった。まず牛乳屋さんが作ったいちごラッテ。私牛乳屋さんが作ったっていうシリーズが一番好き。これはなんか初めて見たから買ってみた。2025年始まっちゃったね。どうしようか今年今年どうするみんな。冬なのに意外と寒くないの？私これの下にヒートテック着てるだけだけど全然過ごせちゃう。でもダウン着てる人もいた。そしてもちもち食感のパンケーキメープル&マーガリン。これも美味しそう。後で食べるねこれ。今食べる。やっぱちょっと今食べる。美味しそう。食べるね。いただきます。すっごい美味しいんだけど。私これずっとセブンでスルーしてきた商品だけどすごく美味しい。2025年になったけどみんな最近どんな感じですか？私はお正月っぽいことあんまできなかったけど、もうお正月もう終わっちゃったよね。お参り行くの忘れちゃって本当にお正月って感じがしない。でも2025年どうしようかなってことは、最近考えてて、やっぱ年の初めになるとそういうこと考えたくなるじゃない？だからそういうこと考えてたんだけど、今日初めて私と出会ってくれた方もいるだろうし、去年から私のことを知ってくださってる方もいると思う。過去の動画をたどってこの動画にたどり着いた人もいると思う。猫ちゃんがいるあそこにいろんな人が何かのタイミングで私の動画を見てくれてるから、この出会いすごく大切にしたいなと思って、今私がみんなに話したいなってことをちょっと話そうかなって思ってる。まずね、私はお仕事的にも自分で制作して自分で発信するっていうスタイルが一番多くて、たまに例えばモデルのお仕事とかファッションのお仕事とかだいたい一人でやってるのね。私の活動意義をみんなに伝えたことあるかなって考えた時にあんまりしっかり話してこなかったなって思うの。だからちょっと話そうかなと思って、まず一人で頑張ってる人の心の友として私もやってますよっていうことをみんなに伝えたくてやってるのね。創作してる人とか頑張ってる人って一人だと思うの。一人だとやっぱり寂しいと思うし、なんで私だけ一人なのって思うこともあると思うんだけれども、私もみんなと同じように一人でやってるからだから私もいるよみたいな感じで、みんなの心の支えになればいいなって思うし、もっと安心してほしいなって思う。一人だと不安になることすごくたくさんあると思うんだけど、私も不安だし私も一人だからそのままでいいんだよ、一緒に頑張ろうみたいな感じそんな感じで私の活動してることや一人でやってることをみんなに伝えてる。あとは私が自分の考えを持ってることをSNS に発信すること、動画にすることによってみんなも自分のことについて考える時間ができるのかなと思ってる。鏡みたいな感じで私が何か思ってることを言うとみんなもそれに対して何か思うじゃん。それがすごくいいなと思ってるの。例えば本を読んだり映像を見たり歩いたり何かしたり何か見たりすることによってその自分が感じる気持ちっていうのがとっても大事なことだと思うから、私がこうやってねいろんなランダムなおしゃべりをすることによってみんなもそれに対して考えたり、私の動画を見ることによってあなたが自分自身と向き合えるのかなって思うから、これってすごく素敵じゃない？
私にとってもあなたにとってもいいことだと思うのね。だからこういう感じの動画を作ってる。みんな人生の中で分岐点ってあると思う。卒業、入学、結婚とか就職とか、人生の分岐点のタイミングはみんなそれぞれあると思うから、まあ今やれとか全く言うつもりないし私が勝手にやってるだけだから、みんなはそれ見てどう感じるかはみんな次第って感じで、全然そこに対しては何も思わないんだけど、今この時期が自分にとっての分岐点だし、自分の人生にとって何個かポイントがあると思うけど、その一つのポイントだと思ってる。自分の大事な時ってことは自分に対して向き合わないといけないじゃん。ということは孤独にならなきゃいけないってことならなきゃいけないとまでは言わないけど、自分のことに対して本当に真剣に考える時は一人になると思う。私はそう思ってる。だから今は一人で自分と向き合う時間が一番大事なのかなって思っていて、みんなは自分の人生の分岐点ってどんな感じだと思う？そういうことは考える？あんま考えないよね。私も数年前まではそんなこと考えてなかったけど、自分の人生どうなんだろうとか、今何やりたいのかな私って考えた時に今かなって思った。一人で向き合う時間は孤独だけど、孤独ってすごくネガティブな言葉で言われること多いじゃない？でも孤独っていうのは自分が自由になるための大切な準備期間なのかなって思ってる。他人に振り回されると本当に大変なことになる。気持ちが上がったり下がったりしてしまうし、何か物事を決めるときに他人のこと考えちゃうとあんまり自由に動けないじゃない？自分軸になるために自分と向き合うこと大切かなって思う。自分の考えてることに対して向き合わなくても人生って過ごせちゃうと思うの。でもその時間って結構ふわふわしてると思うし、数年後になってあれ私ってどんな生き方してたっけって後悔するかもしれないなって思ったの。だからちょっとそれは怖いじゃないその数十年間どんな道歩んできたんだろうっていう、それが自分でわからないってちょっと怖いなと思って、だからその都度その都度自分と向き合う時間を無理やりでも作ってる生きていく上で優先順位というか大切なことってあると思うのね。結婚絶対したいっていう人もいれば、結婚はいいけど仕事でキャリアを積みたいって人もいるだろうし、勉強頑張りたいだとか人それぞれあると思うんだけれども、この前書いてみた自分で、もしやりたいことがなくてもやりたくないことは絶対あると思うの。これだけは絶対嫌だとか、それを探すのもいいと思う。自分のやりたいことはやりたくないことの順位をつけてみると結構分かってきたりすると思う。一人でいる時間が多いと友達との時間ってすごく貴重だし大切だし、もっとその人自身に対して向き合えるなって思った。もうマジで友達みたいなあの友情の形だけが正解って思ったりしてたんだけど、別にそんなことないなって思って、自分ベースの人生に誰か人が入ってきてまた出たり入ったり出たり入ったりぐらい、そのぐらいの感じでいいのかなって思う。美味しい。牛乳の味がすごいする好きなことをするのもいいし、自分の考えを整理するのもいいし、何でもある。マジで何でもある。だってもうこの世の中さ、 SNS もたくさんあるしインターネットもあるし、私はこの前お仕事だけど一人で海外に行ってきて、一人で海外なんて本当に行ったこともなかったんだけど、すごい素敵な経験になったし、一人で行ったけど結局現地の人たちと触れ合うこともできて、一人で行くことによって新しい出会いが生まれたりもする。そんなに特別なことはしなくていいと思うの。みんながもう家でできるようなこと、本を読む、音楽聴く、映画見る、文章を書いてみる、動画撮ってみたり、お料理してみたり。私は絵を描くのが大好きだから絵をよく描いてるけど、最近なんか折り紙したいんだよね私なんかで折り紙の動画を見て、久しぶりになんか折り鶴で持ってみたいなとか思って、100均で折り紙買おうかなとか思ってる私今家にミシンがあるんだけど、ミシンで何か作りたいなって思いながら
3年ぐらい経っただけどミシンやりたいなって思ってる。ミシンすっごい難しいんだよね。私家庭科の授業でさミシンをうまく使えた試しがなくて、いつも先生に糸とか入れてもらってた気がする。ミシン最近やりたい。孤独といってもその自分が孤独になれる時間、自分が自分に対してしっかりと向き合える時間ってすごく限られてると思う。例えば家族ができたりだとか仕事が忙しくなったりだとかすると自分としっかり向き合う時間を取るって難しくなってくると思うの。そういった意味で若い時の時間ってすごく貴重だと思う。だから若い時に一人の時間、自分と向き合う時間すごく重要だなって私は思ってる。私は一人の時間、自分と向き合う時間が自分の人生を変えたと思ってるし、これからも信じてる。まだまだ全然の自分だけどでもこの私がみんなに伝えてることが示せるようにこれからも自分のやりたいことを自由にシェアしていこうかなって思ってる。私の動画を見てくれてるってことは私の好きなことや感性に共感してくれてるってことじゃない？こんなにたくさんのものやことがあるのに私のその何かに共感してくれたってことでしょ。だからこの出会いをとっても大事にしたいなって思う。だから来てくれてありがとう私は今一人で公園にピクニックしに来たから私の一人時間に付き合ってくれてありがとうな。誰かと見てくれてる人もいるかもしれないし一人で見てくれてる方もいるかも。でも全員ありがとう。なんかね、人の人生見すぎるとしんどくなる。これは何かの記事でも見たんだけど SNS って羨ましいとか嫉妬する感情が SNS を見る時間が長くなるような仕組みになってるんだって。ちょっと怖くないこれ。 SNS を見て嫉妬しちゃうならそれは正しい、だって SNS がそういう仕組みだからね。だってさ羨ましいなって思うけどその人がどれだけ成功したりどれだけ楽しんでても自分の人生の影響って全くないの。推しとか応援してる人、自分に対していい影響を与えてくれる人は別としてそういう刺激を与えるような SNS の使い方をしてる人もたくさんいるから、そういう人を見てはあしんどってなったら SNS で読しましょう。有名人だったら自分と切り離して考えれるけど自分と近い友達とかそういうのの楽しいやつ見るとちょっとってなることはあると思う。私もなったことある。ちょっと食べてみていい？これ本当に美味しい。見て可愛くない？リラックもこれ100均で買ったもし今あなたが一人の時間を過ごしていて寂しくなったり話し相手が欲しいなって思ったらぜひ私の動画見てみてだいたい一人でなんかベラベラ喋ってるからさ、なんかテレビ電話してるみたいな感じで気軽な気持ちでいつでも見に来てほしい。そしてもし何か思ったらコメントでもしてみて今私の動画を見てる方たちの中には一人で頑張ってたり孤独だなって思ってる人たちもたくさんいると思うから、でも全員仲間だからすごいのよ。本当にこれね誰でもできるわけじゃないよ。私は竹内まりやさんの曲が大好きなんだけど竹内まりやさんの曲の歌詞に孤独と自由を2つでセットっていう歌詞があって私はこの歌詞が本当に好きなの。短いフレーズだけどこの文に結構全てが詰まってるなって思う。うますぎるこれ。
最近好きな曲。今読んでる本「車輪の下」by ヘッセ。1905年に発表された本なんだって。これは3、4年前に私のおばあちゃんが買ってくれたもので、なんだか読む気になれずにずっと本棚に置いてあって、だけどこの前私の好きな人がこの本をおすすめしてたから、じゃあ読んでみようかなと思って持ってきた。最近あんま本読めてなかったけど読んでみる。これ今日は光が強すぎるねすごい天気がいいから来てよかったここら辺で終わるね。私の動画よかったら遊びに来てね。なんか寂しいなって思ったら来てくれれば多分なんか喋ってるからじゃあバイバイ。これおすすめ。またね。バイバイ。행복하다.